今回は新興国シリーズ、昨年末に誕生したミレー新大統領のもと、大きな政策転換の期待で盛り上がっているアルゼンチンを取り上げるよ。アルゼンチン株の ADR も盛り上がっていて、1年間のパフォーマンスとして、ティッカーシンボル、BMA を筆頭に株価が2倍、3倍になっているものも出てきているよ。内容としては、まずは、せっかくなので、アルゼンチンがどのような国かについて説明するよ。次に、この国に投資するかは、ミレー大統領をどれだけ信頼するかに依存するので、アルゼンチンの政治の歴史をじっくり勉強した上で、ミレー大統領の現在の政策について見ていくよ。その次に、投資対象として、ETF とか日本の大手ネット証券で取り扱いがなさそうなので、米国の ADR の個別株について説明するよ。セクター別に、金融、インフラ、資源系について説明しているよ。なお、アルゼンチンについてもっと詳しくなりたくなったら、山さんのポピュリズム大陸、南米という本を読むと良いよ。この動画でもかなり参考にさせていただいたので、最初に感謝申し上げるよ。アルゼンチンについて勉強していくよ。人口は約4500万人ぐらい。GDP は4867億ドルぐらい。通貨はアルゼンチンペソだよ。場所はこの位置だよ。ところで、いきなりだけど、アルゼンチンってどんな国だとみんなは思う？フリーな質問すぎたので、少し加えると、近くにブラジルって大きな国があるよね。ブラジルとアルゼンチンはどう違うの？アルゼンチンはスペイン語で、ブラジルはポルトガル語とか。そうすると、もともとどこの国の植民地かが違う？リオのカーニバルとアルゼンチンタンゴの違い？どれも間違いではないけど、自分の着目するポイントはそこではないよ。これが南米の国の人種の割合だよ。ムラートとかメスチソはチリマニア以外はわからないかもしれないけど、根血だと思っていればよいよ。アルゼンチンとはあまり関係ないので、南米の多くの国はいろいろな人種が集まっている国だよ。ブラジルは白人が多いけど、約半数は他の人種だよ。チリなんかはメスチソが大多数だね。南米は同じような国に見えて、人種構成が結構違うよね。そしてアルゼンチンはなんと白人が大多数の国なんだよ。すなわち白人が作った国なんだよ。アルゼンチンは。他の国は人種が分かれているため、上流と下層が大きく分かれたりする国があったりするね。アルゼンチンも上流と下層で分かれるけど、これは自分が実際行ったことがあるわけではなく、聞いた話だけど、そこまで下層でもすごく貧しいわけではないよ。ここら辺がアルゼンチンの特徴だよ。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスは南米のパリって言われるような欧州のような街並みだよ。南米にヨーロッパを作ろうとした国なんだよ。アルゼンチンはかつて発展していたけど没落した国として有名だよね。かつて第一次世界大戦で疲弊した欧州を追い抜き、1人当たりの GDP が世界4位になったこともあるよ。大戦前でもドイツとほぼ同水準の10位ぐらいだったよ。そのぐらいの時代のアルゼンチンはとても発展していたのだよ。母を訪ねて3000里というアニメを知っているかな？知っている人は年齢がバレるね。あのアニメってイタリアのマルコという主人公がブエノスアイレスへ出稼ぎに行った母を探す話なんだよ。アルゼンチンはその当時欧州の貧しい人が稼ぎに来る国だったんだよ。1971年にノーベル賞を受賞したサイモン・クズネッツの言葉に、世界には4つの国しかない先進国と発展途上国、そして日本とアルゼンチンであるという言葉があるよ。日本は途上国から先進国になった例。昔の言葉だから最近は怪しくなってきているけど、
アルゼンチンは先進国から途上国になった例だよ。では、アルゼンチンの没落の歴史を見ていこう。1929年の世界恐慌が起こり、そして欧州で世界大戦が起こるよね。当然、輸出が低迷していったよ。さらに、農業から工業へ変わる時代で、輸入に頼っていた工業製品を自前生産に切り替えようとしたよ。しかし、経済発展していたので、人件費が高く、また、工業化に必要な人材やインフラが不足し、国際競争力が出せなかったよ。それにより、経済が低迷し、その後、政治的混乱の時代になるよ。ファン・ペロンは、1946年から1973年まで大統領だった人だよ。ペロン主義という言葉があるけど、この人から来ているよ。イギリス、アメリカなどの外資系企業の国営化をしたり、民族資本育成、外国資本の排除とかをしたよ。海外製品への課税をしたりして、海外製品の流入を阻止したよ。貿易の国家統制をし、労働者を保護したよ。大衆受けする政策だったけど、これにより国際競争力が低下したよ。その後、ペロン大統領が亡くなった後、妻が大統領をするけど、それも3年で軍事クーデターが起き、軍事政権が誕生するよ。1976年から1989年までの期間だよ。ペロン政策とは異なり、外資を誘致したり、価格設定の自由化をするなど、市場メカニズム重視した政策をしたよ。ただ、アルゼンチンは国際競争力を持たないので産業は復活しなかったよ。そのような状況で、軍事政権は困って、フォークランドの領有権を争って、イギリスとフォークランド紛争を始めたよ。そこでイギリスに負けたよ。敗戦の影響で資本流出が起こり、巨額の政府債務が残り、政治は混乱し、激しいインフレが起こり、ペソが暴落したよ。そこで登場したのがカルロス・メネム大統領だよ。1989年から1999年まで大統領だったよ。ペロン党だが、これまでと異なり、新自由主義で、かつ親米政権だったよ。規制緩和が行われ、石油、郵便、電気ガス、水道などが民営化し、外国資本の傘下となったよ。さらに、通貨の交換レートを1ドルを1ペソに固定し、不安定だった通貨を安定化させ、外国投資を呼び込んだよ。これにより、アルゼンチンの奇跡と呼ばれるような経済発展をもたらしたよ。ただ、経済は急速回復したけど、失業率は上昇し、貧富の差は拡大していったよ。また、規制緩和はしたけど、財政の規律は緩んだままだったよ。そこで起きたのが、1997年のアジア通貨危機だよ。当時は、アメリカ経済が強く、他の地域の経済が弱かったので、新興国のような弱い通貨が売られたよ。そんな中で、アルゼンチンはドルとの固定相場だったので、暴落した他の通貨に対して通貨が高くなったよ。通貨が高いことにより輸出が打撃を受けたよ。それにより経済悪化していき、それに対応するため民営化企業への補助金を出したので財政悪化したよ。加えて政権腐敗も出てきて、カルロス・メネムとペロン党は政権を失ったよ。さらに政権が変わってもこの状況は変わらず、ついに2001年12月にアルゼンチンが債務不履行を宣言したよ。そのような混乱の中で大統領になったのがネストル・キルチネル大統領。2003年から2007年まで大統領だったよ。IMF と対決姿勢を見せたよ。IMF に逆らって緊縮財政は放棄し、それにより国内消費が上がったよ。ガソリン価格への介入や食肉価格統制、公共領域の値上げを停止したり、低所得者層への現金給付をしたよ。大衆迎合の政策をしたということだね。ただ、
外部環境として中国が非常に成長していた時代だったので、農業、鉱物資源の輸出がかなり好調だったよ。それにより経済が随時回復したよ。ブリクスという言葉が流行した時代だよね。ネストル・キルチネル大統領は後継者として妻のクリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネルを指名したよ。2007年から2015年までの期間だよ。大豆の輸出税引き上げの表明による大規模デモが起こったりしたよ。その対応として増税により得られた税収の一部を病院建設や公営住宅の整備など貧困事業に充てることを発表したよ。引き続き中国の成長による資源や食品価格上昇という追い風を受けていたよ。後の投資対象でも出てくるけど、石油会社 YPF を国有化すると発表したよ。これにより欧米企業のアルゼンチンへの投資意欲は低下していったよ。経済には恵まれたけど、財政や経済構造改革は進まなかったよ。経済成長の時期は良かったけど、経済成長に陰りが見え始めて、さらにインフレが進行したよ。この頃には、両替は公定レートと闇レートの二重相場になっていったよ。このような状況で誕生したのが、マウリシ・オマクリ政権だよ。マウリシ・オマクリ大統領は、2015年から2019年の期間だよ。実業家出身の中道左派で、市場原理主義的な政策を取ったよ。社会保障支出の削減などの緊縮財政で、借金の返済を優先したよ。農畜産業輸出の税金の減免をしたり、外貨の取引規制の緩和をしたり、企業の輸出を奨励したよ。年金制度見直しをしたり、公務員をリストラしたりしたよ。改革としては前進的なもので、大胆な構造改革ではなかったという評価があるよ。盤石の政権で大統領になったわけではないし、経済も強かったわけではないので、大胆な構造改革は難しかったのかもね。ただ、ここら辺がこの政権の限界だったのかもしれないね。海外自動車メーカーも投資してきたよ。アルゼンチンの100年祭が人気という話もこの時代だよ。後で投資対象でも出てくるけど、アルゼンチンの主要な産業であるリチウムやシェール資源で盛り上がってきた時期だよ。順調に見えたマウリシ・オマクリ政権だけど、外から危機が来たよ。この時期って FRB が利上げした時期だよね。米国の金利が上がると、お金は新興国から米国のドルに流れるよね。そしてトルコショックが起き、トルコとは関係ない新興国通貨も売られたよ。それによりアルゼンチンペソも暴落したよ。さらに高いインフレ率となって経済や消費が低迷したよ。そこで出てきたのがアルベルト・フェルナンデス大統領だよ。在任期間は2019年からミレー大統領が出る前の2023年までだよ。クリスティーナがフェルナンデス大統領を指名したよ。クリスティーナは副大統領として君臨したよ。政策としては公共料金を凍結したり、国家公務員の退職金や子ども手当を増額したり、最貧困層への配給切符の支給を始めたり、薬価を引き下げたりで、大衆迎合政策に戻ったよ。通貨安のおかげで観光が盛り上がった時期だよ。ただ、そこから新型コロナの時代になり、その観光すら打撃を受けて低迷したよ。その後の政治的混乱もあり、フェルナンデス大統領は2023年11月の大統領選挙には不出馬と発表したよ。さて、アルゼンチンのこれまでの政治の流れを理解したところで、アルゼンチンがどうなったか数字で確認しよう。こちらがインフレ率の前年比のグラフだよ。2000年より前にかなりやばい時代が見えるけど、2000年代は時々上がるけど落ち着いている方だったね。ただ、それでも 10% 前後だけどね。それが直近かなり上がっていて、かつてのようなやばい数字になってきていることがわかるよね。
インフレ率の前月比ベースで直近の動きを見ていこう。ところどころで上がったり落ち着いたりを繰り返しているけど、世界的にインフレになった2022年以降はそのレンジすら上に超えてしまったやばい状況が今だよね。直近は前月比ベースでは少し落ち着いて見えるけど、次にアルゼンチンペソのドルに対する比率はこちら。もうなんかずっと通貨安としかわからないグラフになっているね。一応縦軸は対数に変換してみたけど、それでも通貨安としかわからないね。ネットで見られたアルゼンチンの生活について簡単に記載しておいたよ。アルゼンチンの貧困率は 57.4% で過去20年で最高の状態だよ。スーパーのちょっとした買い物で札束を出すよ。銀行に現金がなく引き出せないなんて日常茶飯事だよ。ペソよりもドルを持つことが良いとされているよ。現金を持つことはリスクと思っているよ。その日にいくらお金を使うことになるか全くわからない状況だよ。定年のことを考えてお金を貯めることは想像さえできない状況だよ。住宅ローンは一般的ではなく、不動産売買はドル現金一括払いだよ。こんな大変な生活の状況に国民が置かれているのはなんとなく想像ができたかな。このような歴史的な状況で登場したのがミレー大統領だよ。この2023年11月の大統領選挙でミレー大統領が勝利するわけだけど、当初は過激な主張をしていたよ。通貨のドル化。ドル化していないけど、かつては固定相場の時代はあったよね。中央銀行の廃止。主要貿易国である中国・ブラジルとの関係凍結。人工妊娠中絶反対などだよ。ただ、これらの過激な主張は、選挙の終盤や選挙後には引っ込められていて、選挙パフォーマンスだったことが分かっているよ。ここまでの歴史であるように、アルゼンチンは様々な政治の時期があり、全部失敗して苦境の今があるよ。特に大衆迎合のばらまき政策では、インフレと通貨安を加速するだけであり、何とかしてほしいという国民が多かったよ。そこに SNS を中心にばらまきではない方向に過激な主張をしたミレー候補に票が集まったのは、ある意味アルゼンチンの政治の歴史を踏まえると歴史の流れの一つだったかもね。ミレー政権の政策は痛みを伴う改革だよ。国民の消費を減少させ、インフレ率を抑え、マクロ経済を整えることをまずは狙っているよ。インフレ率に効果が出そうなのは今年の6月以降だと考えられているよ。インフレ率が落ち着くと、例えば家や車をローンで買えるようになるよ。インフレ率が大きく変わる状況では借金をするのは難しいよ。どれぐらいのインフレ率となるか、政策金利がどれぐらいになるか、銀行がわからないからね。なので現金で買うよ。それが安定してローンとかが組めるようになると大きいよね。あとは政府職員の解雇について目標7万人に対して現在 2.4 万人に解雇通知を出したよ。補助金もカットしていて、公共病院や原子炉の工事は中止しているよ。大学や研究所の予算も削減しているよ。一方で大型投資の奨励制度を作り、輸出案件に各種優遇措置を与えているよ。外交的にはブリックスには参加しないことを表明しているよ。ミレー大統領の政策だけ見ていろいろ批判をする人はいるけど、この歴史の流れを踏まえないとミレー大統領がなぜ今アルゼンチンの大統領をしているかは理解できないと思っているよね。日本にいる感覚で判断してはダメだよ。投資対象の説明の前に長期チャートを確認しておくよ。株式のチャートは難しいんだよね。高いインフレの国って現地通貨ベースでは株式市場はすごい上がるんだよね。売上もすごい上がっているし。
でも、それは企業業績が良いのではなく、通貨の価値が下がっているだけなんだよね。なので、ドルベースで見たいけど、ちょうど良い指数がないので、個別株だけど、銀行株である、ティッカーシンボル、BMA の月足の長期チャートを示すね。政治の説明と一緒に理解してね。マクリ政権で盛り上がった時期に BMA もずっと上昇しているよ。途中でトルコショックでマクリ政権が失望したよね。それで株価はかなり下がってコロナの時期となるよ。そこから少し持ち直した後にミレー政権でまた盛り上がってきているのが現在の時期だよ。まだマクリ政権のピークよりはかなり下の位置になるよ。長期的な位置が分かったところで個別株の投資対象を見ていこう。まずは銀行、金融セクター。新興国についてその国の経済発展を考えて投資する場合、銀行に投資をするというのは一つの検討すべき手法だよ。銀行はほとんどの国にあるし、経済発展するならば、それに投資する銀行の収益は上がることが期待できるからね。米国企業ですら日本人にとってよくわからないのに、新興国はよほどメジャーな企業でない限り理解するのが難しいよね。無難に行くならば銀行は一つの手だよ。またミレー政権のところであったように、インフレが安定化すればローンを組みやすくなるなど、金融セクターに期待できるかもね。投資対象としては、ティッカーシンボル BMA。こちらはアルゼンチンの銀行5位だよ。ティッカーシンボル BBAR 証券取引や投資信託運用会社を持っているよ。ティッカーシンボル GGAL。クレジットカードや個人ローン、保険、銀行業などをしているよ。ローンが組みやすくなると期待できるかな。BMA の冷やしチャートはこちら。11月のギャップアップのところが選挙でミレー大統領の当選が決まったところだよ。そこからかなり上がっているね。特に2月に50日移動平均線まで調整した後の2月3月の上昇は大きいね。選挙後のギャップアップのところからも2倍になっているよ。銀行はやはり有望な投資先だよね。BBAR の冷やしチャート、こちらも2月3月でかなり上昇しているね。選挙後からでも2倍近くになっているね。直近も高値を取っていきそうな勢いだね。GGAL の冷やしチャート、こちらも選挙後から右肩上がりのチャートだね。直近の勢いは一番あるかもね。20日移動平均線をずっとサポートして上昇している。やはりインフレ率の安定に期待なのかな。次に電力、通信、インフラセクター。まあ、固く投資するならここだよね。潰れることはなさそうだし。政策次第だけど、規制緩和なども期待できるかもしれないからね。投資対象としては、この5銘柄。PAM は発電、配電、石油ガス、石油化学などの事業をしているよ。EDN はブエノスアイレス市北部の配電、電力販売をしているよ。CEPU は電力生産、再生可能発電、天然ガス輸送をしているよ。TEO は通信で携帯、ネット、固定電話、国際長距離電話の事業をしているよ。CAAP は空港運営の事業をしているよ。PAM の冷やしチャートはこちら。選挙後のギャップアップの後の調子は良かったけど、その後は冴えないね。EDN の冷やしチャートはこちら。こちらも同様に選挙後のギャップアップの後の調子は良かったけど、その後はレンジ相場だね。CEPU の冷やしチャートはこちら。こちらも同様だけど、3月ぐらいから上昇しているね。天然ガス輸送もしているので、エネルギー価格の上昇も関係しているのかな。ちょっと直近の動きはわからないね。
TEO の冷やしチャートはこちら。こちらも同様にレンジ相場だね。CAAP の冷やしチャートはこちら。こちらも同様にレンジ相場だけど、直近上に抜けていく可能性もあり、インフラの中ではこれがチャート的に良いかな。次にアルゼンチンの主要産業であるシェールセクターについて見ていくよ。アルゼンチンはシェールガスは世界で2番目の埋蔵量だよ。シェールオイルは世界で4番目の埋蔵量だよ。シェールの資源は豊富なんだね。209本のシェール油精があり、半分は政府系石油会社であるティッカーシンボル YPF が持っているよ。投資対象としては3銘柄あるよ。YPF は政府系石油会社で、アルゼンチンで採れる石油と天然ガスの 35% を生産しているよ。生産高は国内1位だよ。51% が政府保有株式なんだけど、11月の段階では、ミレー大統領はその株式を2年かけて売却を目指すと言っていたよ。進展があるか謎だけど。VIST はメキシコの石油会社だが、アルゼンチンのシェール油精を保有しているよ。TGS は南米最大級の天然ガスの輸送会社だよ。YPF の冷やしチャートはこちら。選挙後のギャップアップの後の上昇の後はもたもたしていたね。2月ぐらいからおそらく原油価格の上昇の影響もあると思うけど、上昇してきていて直近は高値を更新しそうだね。VIST の冷やしチャートはこちら。こちらもメキシコの会社だけど、選挙後にギャップアップしているね。2月半ばまではレンジ相場だったけど、そこから一気に上昇して、またレンジ相場になってブレイクを狙っているね。TGS の冷やしチャートはこちら。こちらも3月まではレンジ相場だったけど、4月に出来高を伴って上昇しているね。リチウムセクターについて説明するよ。EV にリチウムが必須なのはみんな知っているよね。世界のリチウム埋蔵量の 9% がアルゼンチンにあるよ。生産量も2022年時点では世界で4番目だったよ。投資対象としては LAAC があるよ。QLAC が米国リチウム鉱山の LAC とアルゼンチン鉱山の LAAC に分離上場したよ。LAAC のリチウムの買い手は中国企業だよ。リチウム銘柄なので、投資にはアルゼンチンの政局だけでなく、リチウム価格の動向のチェックが必要だよ。LAAC の冷やしチャートはこちら。リチウム価格が冴えないこともあり、株価も冴えないね。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。